こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は以前から投稿していた、プラモデル作成によく使う道具シリーズの、筆塗り塗装編でございます。今回紹介する道具は私がよく使う道具なので、これいらなくねというような道具が多々あると思いますが、参考程度に見ていただけると幸いでございます。それでは塗装作業でよく使う道具の紹介を始めていきたいと思います。はい。塗装作業を始める前に、改造作業や表面処理を行ったプラモデルに、サーフェイサーを吹きます。私がよく使っているサーフェイサーは、クレオスのサーフェイサー。お値段がお手頃でたくさん使えるので重宝しています。たまーに。タミヤ製のサーフェイサーの方が安いタイミングがあるので、その時はタミヤのサフを購入して使っています。まあ、買い足しをする時の値段次第ですね。はい。それでは塗装の準備を行います。まずはサーフェイサーを吹いたプラモデルを一旦バラバラにして、パーツを塗装用のクリップに取り付けていきます。私が使用しているクリップは、タミヤやクレオスといったブランドから発売されているものではなく、自作したものを使用しています。自作といっても大掛かりなことはしていなくて、Amazon で売っているクリップの先端部分と、100均で売っている竹串を合体させたものになります。Amazon で売っているクリップの先端は50個入って、約500円程度かな。Amazon は値段の上げ下げが激しいので、購入するときに一番安いものを選ぶといい感じ。ちゃんとしたところから発売されている塗装用クリップは30本で約1000円。自作でクリップを用意したら100本で約1000円。竹串にクリップを取り付けるという手間が発生しますが、塗装用クリップは自作した方がかなりお得ですね。ということで、私は自分で組み立てた、既製品よりもお手頃な塗装クリップをよく使用しています。はい。続いて塗装ベースを用意します。このベースは塗装をしたプラモデルを乾かすために必須な道具ですね。私は自作したベースをよく使用しています。0円から100円で作れる優れもの？はい。それでは筆塗りに使用する、水に関する道具を紹介したいと思います。私は水性の塗料で塗装をしていて、色を塗る際には水が必要になります。で、私が使用している水を溜めるものですが、綿棒を使い切った後の容器、そして使わなくなったジップロック。このジップロックの上に綿棒の容器を乗せて、水を注げば筆塗りの準備は万端です。これで不意に水の入っている容器を倒してしまっても、机の上が水浸しになりませんね。こいつに何度助けられたことか。はい。続いて私がよく使う筆を紹介したいと思います。じゃらじゃらとたくさん筆を出してみましたが、この中で私が一番使用している筆はこちら。タミヤのモデリングブラシ、平筆ナンバー001です。この筆で小さいプラモデルから、大きいプラモデルまで、幅広く塗装してきました。この筆は塗料の含みが良く、筆ムラが出にくいと個人的に感じます。これに加え、塗装をする際に余計な水泡、泡ができにくいかなと、思っています。塗装時に筆ムラや泡ができてしまうと、かなりのストレスですし、完成時の見た目が悪くなってしまいますからね。私が使っている筆の他にいいものはあると思うのですが、現時点ではタミヤの平筆ナンバー001がストレスなく、綺麗にプラモデルを塗装できるので、めちゃくちゃ愛用しています。肝心のお値段ですが、1本約150円。以前は90円くらいでしたが値上がりしてしまいました。あ、そうそう。暗い色と明るい色、そして金属色。これらを塗り分けるように、複数同じ筆を購入して使い分けることをお勧めします。同じ筆を使い回してもいいのですが、しっかり塗料を落とすのはとても難しいので、綺麗に塗装したいのであれば、筆を数本揃えた方がいいですね。最低でも2本。通常塗料と金属色用に筆を分けた方が無難ですね。はい。続いて私がよく使用している塗料を紹介したいと思います。私は水性アクリル塗料の筆塗りでプラモデルを塗装しています。アクリル塗料を出しているブランドは複数ありますが、私は主にタミヤとクレオスのアクリル塗料を集めて使用しています。例外的に白だけは下出るカラーを使っています。タミヤやクレオスと比べて白のパワーが団地なんでね。まあ、
水性だったら何でも OK。はい。塗装するのであればこれだけは買っとけ。というような商品。ミスターキャップオープナー。クレオスから約600円で発売されている商品です。塗料は1回使って蓋を閉めると、開けるのにものすごく苦労してしまいます。それに加え、手も痛くなってしまいますよね。そんな時にこのキャップオープナーが役に立つ。強力に固着している塗料の蓋を秒で開けることができる神アイテムです。これがないと塗装ができないと言っても過言ではない。縁の下の力持ちでございます。さて、続いて塗装時に使用するティッシュを紹介したいと思います。塗装にはキムワイプが定番ですがちょい高い。普段使いのティッシュは繊維が邪魔で使いづらい。ということで、私はドラッグストアで売っている、最安値のティッシュを塗装に使っています。これで鼻を噛むと数回で鼻の下が痛くなるみたいなやつですね。この安いティッシュは水に濡れても繊維がほとんど出ないので、塗膜にゴミが、みたいな面倒を避けることができます。量もあって値段も300円程度なので、非常に経済的ですね。はい。続いては塗料をかき混ぜる道具。私はタミヤの朝食スティックを使用して、塗装前に塗料をかき混ぜています。この朝食スティックは塗料をかき混ぜるだけでなく、パテをプラモデルに盛る際に、スパチュラ代わりに使用できるのもいいですよね。塗装でも工作作業でも使用頻度の高い、よく使う道具の一つでございます。はい。それではこれまでに紹介した道具を使用して、プラモデルの塗装を行います。詳しい塗装のやり方やコツなどは、後日動画にして投稿しようかなと、考えているので、今回の塗装作業はさらっと流して終わりにしたいと思います。はい。塗装作業がある程度終了したので、トップコートをプラモデルに吹きます。私がよく使用しているのは、クレオスのトップコート。アクリルと相性の悪いラッカーですが、このトップコートはたくさん入っているのでよく使っています。まあ、コスパ重視ですね。はい。それではプラモデルに墨入れを行いたいと思います。墨入れによく使用するのは、タミヤの墨入れ用塗料です。たまにエナメル塗料を希釈して、自分好みの色で墨入れを行う時もありますが、基本はこの墨入れ用塗料を使用して墨入れをしています。あとは、ごく稀に、ガンダムマーカー墨入れペンを使用して、墨入れをする時があります。パーツを塗りつぶしたり、塗料を出すのが億劫な時ですね。ガンダムマーカーで墨入れをする際は、流し込みタイプを購入して使用するのがいいかもしれません。現在行っているエナメル塗料での墨入れと同じ感覚で塗装できるのでおすすめです。さて、それでは墨入れ塗料を拭き取っていきましょう。この作業にはエナメル溶剤と綿棒を使用しています。綿棒は使わなくても塗料を拭き取れますが、エナメル溶剤がなければ作業はできないので、溶剤は必須ですね。墨入れと用途大きい溶剤ですが、この2つを購入して墨入れをするだけでも、プラモデルのクオリティが爆上がりするので、ぜひ試してみてほしいです。塗料と溶剤は不意に倒してこぼしたりしない限り、数年は使い続けることができるので、コスパもめちゃくちゃいいですね。はい。塗装作業が終わったので、後片付けをしたいと思います。まずは塗装に使用した筆のメンテナンスを行いましょう。このアクリル溶剤で筆を洗浄する。それでもいいのですが、私はクレオスの筆ピカリキットと、クレオスのミスターブラシウォッシャーを使って、筆をきれいに洗浄しています。ブラシウォッシャーに筆ピカリキットを入れる量についてなのですが、私はブラシウォッシャーの金属部分が浸かるくらいまで入れて使用しています。商品ページでは瓶の半分くらいまで筆ピカリキットを入れているのですが、別にそこまで大量に入れなくてもいいかなってなことで控えめに使わせていただいています。さて、筆を洗う準備ができたので、塗装で使用した筆を、筆ピカリキットにつけていきます。塗装後に塗料をベタ付けにして、数日放置したような筆でなければ、筆ピカリキットにつけて筆を動かすことで、すぐに塗料が取れて筆が綺麗になります。この筆ピカリキットにはリンス効果があり、筆を綺麗にすると同時に穂先がまとまり、次回の塗装時に筆が使いやすくなるんですよね。マジで優れものだと思います。あ、そうそう。ナイロン系の筆は、
筆ピカリキットのリンス効果があまり発揮されないので注意かな？はい。筆ピカリキットで筆を洗浄したら、ティッシュで筆を拭って、塗料がつくようであれば、もう一度筆ピカリキットにつけて、塗料がティッシュにつかなくなるまで同じ工程を繰り返します。十分筆を洗うことができたら、最後に綺麗な水で筆をすすぎ、筆を乾燥させたら後片付け終了です。はい。これまでに紹介した道具を使用して、塗装したオーガンダムがこちらになります。エアブラシやスプレー塗料を使わなくても、ある程度のものは作ることができますね。筆塗りは時間がかかって少し大変ですが、高い機材を複数買うことなく、お手頃な価格で塗装できるのが魅力ですね。筆塗りは面倒でエアブラシしか勝たん、みたいな方もたくさんいると思うので、自分が一番面倒くさくないと思う方法で塗装を楽しむのが一番ですね。はい。それでは、私がよく使う道具塗装編。最後までご視聴いただきありがとうございました。汚い道具紹介でしたが皆様の参考になったでしょうか？今回紹介した道具や、以前の動画で紹介した道具を、見やすいようにまとめてみましたので、興味のある方は概要欄からチェックしていただけると幸いです。では、今回はここまで。また何かプラモデルを作ったら動画を投稿するので、その時は動画をご視聴いただけると嬉しいです。それでは、さよなら。Are you listening?